皆さんどうもこんにちは。今日は、前回ね、バイクパッキングの、一泊編みたいな、かなりライトな装備を紹介したんですけども、今日はさらにライトな、デイキャンプですね。本当に1泊もしない、昼食って帰るみたいな感じ、朝食って帰るみたいな感じで止まらない装備をちょっとねご紹介しようかなと思います。これがですね、結構僕のバイクパッキングの中でもかなりヘタレ装備の状態なんですけども、初めてとか、慣れてない人とかでも全然これぐらいで十分、むしろちょっと贅沢なんじゃないかぐらいの装備になってますので、ちょっとご紹介したいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。まずは、バイクなんですけども、これはねコナのユニットっていうバイクを使ってます。で、ポイントなのは、今回のポイントに関してはこのフレームバッグですね。このフレームバッグ何でもいいです。今回僕はこのブラックバーンのやつがバシッとはまったのでこれにしてますけど、安いのいっぱいあるんで全然それで OK だと思います。で、個人的にね一番ねミソなのがここですね。いろいろなものを縛ることのできる、ものになってます。ボトルケージみたいなものですね。ボトルではないんですけど、アウトポストゲージっていうのかな、これがとにかく汎用性が高くて超おすすめです。そんな激高ではないんで、もしもこれが高えっていうんであればなんかタイラップとかね、ボトルケージにタイラップとかでもいいと思います。紐とかでもいいと思います。ということで、これがチェア、これがテーブルで、この中に今回は僕の場合はこのバウル、ジェットボイル、あとコーヒー豆、フィルターとかその辺もろもろで、これは、手引きの引くやつですね。ほんとこれだけ。コップはここに引っかかってます。で、一応ライトとかベル関係はここについてます。で、ここにボトルが入ってますって感じですかね。コンパクトですけど、で後ろにつけない理由は、前の方が絶対に安定すると思います。後ろだとやっぱりまずスタートがかなり遅い、加速が結構重たい感じがしますし、ダンシングとかした時にブラブラしちゃうんですよね。前に荷物を置くとですね、まず下りがめちゃくちゃ安定します。ガーッといった時に前が軽いと前がつるっと引かれないんですけども、しっかりと前に重量があればガッとしっかりと踏んでくれるんで、非常に下りが安定しておすすめです。あんまり重すぎるとね、ハンドルがめちゃくちゃ重くなるという弱点もあるんですけども、基本的にハンドル切ることは基本ないと思うので、このように前に僕は積むのが好きですね。これはボトルケージの穴がついてるんで、いいんですけども、ついてないやつでも最近もこうぐるっと巻くことができるもの増えてるんで、そういうのを使ってもいいと思います。ってな感じで、ちょっとね、これら広げたやつを今見せたいと思います。ということで今回は、バイクパッキングデイキャンプ編ということで、かなりライトなデイキャンプをご紹介させていただきました。これ以上にね、サドルバッグつければもっと食料とか、例えばタープとか入れたりとかできると思うんですけども、本当にライトな、本当に適当でいいんであればこれで十分だと思います。値段もね、Amazon とかだったら安いチェアとか安いテーブルとかいっぱいあったりとかするんで、そういうのを使っても全然いいと思います。よかったらね試してみてください。ということで、今回ねちょっと参考になったという方はぜひよろしくお願いします。じゃあまた次回の動画お楽しみに。長期ツーリングはですね、僕長くても200ぐらいかなしかしたことないんで、あんまり参考にならないと思うんですけども、機会があればやろうかなと思います。じゃあ以上です。ありがとうございます。